今週末に開催される、万博ミニ四駆大会。私は小学生の頃作ったマシンを魔改造して参戦することにした。26日は庭からし、27日は私が出走予定。ニコ生の配信もあるので興味のある方はぜひ見てください。ゲームのコントローラーで自由に走れるグランプリマシン。以前古いカメラで車載動画に挑戦したのだけど、画質が微妙だったりカメラが重すぎたり、いまいちな点が多々あったので、新しくカメラを買ってみた。今回はこの2種類のカメラで車載動画に挑戦してみる。1個目はこちら。ドローン用の小型カメラ。こいつの利点は何と言っても軽さ。以前使ったカメラが約 44g なので、4分の1以下の重量。ミニ四駆のマスダンパーに換算するとこれくらい。それと小型で基板とレンズ部分が分離しているので、うまいこと搭載すれば色々な視点で撮影できそう。ただし電源を別途用意しなければならないのと、基板が剥き出しなのが弱点。早速動作確認行ってみよう。車用のバックモニターが転がっていたので適当に配線してみた。電源を接続すれば映るはず。そうや。おお、映ったぞ。カメラを動かしてみよう。なかなか反応が良い。けど録画するだけなので遅延は関係ないか。ちょっと遊んでみよう。無限ループ。カメラとモニターがあるとやりたくなるやつ。動作確認ついでにカメラの設定を見てみよう。モニターに接続した状態で基板のスイッチを押すと、設定項目が表示される。動画の解像度はここ。4K も選べるけど、60fps で撮影したいので 2.7K を選択。他にもたくさん項目があるけど、とりあえず標準設定でいってみるか。しかしモニターがないと設定変更できないのは面倒だな。設定確認が終わったので次はマシンに搭載していこう。カメラの搭載位置や角度を模索して、3D プリンターでステを召喚。アッセンブル省略。カメラユニットの完成。電源をシャーシから引っ張ろうかと思ったけど、配線がややこしいので小型のバッテリーを追加した。ステートバッテリー、小圧基板を追加したけど、一応以前のカメラの半分程度の重さに収まっている。マシンに取り付けるとこんな感じ。どんなアングルになるかは走らせてからのお楽しみ。して、週末に走らせようと思ったのだけど、この週は家族旅行で伊豆大島に行くので走行は追わず、持っていけばよいのでは？というわけで荷物に紛れ込ませて乗船。海岸沿いで走らせようと思ったのだけど、残念ながらずっと霧雨が続いている。6月だから時期的に仕方がないか。と思っていたら一瞬雨が止んだ。このチャンスを逃すわけにはいかないので、路面濡れてるけど強行シェイクダウン行ってみよう。ゴー。おー。アングル的にはなかなか良いのでは？マシンが映り込むことで臨場感がアップしている。画質は前回のカメラとそこまで変わらないような。天気が悪いから色が鮮やかに映っていないのもあるか。この先は路面が荒れているけどいけるか？うお。めっちゃ揺れる。手ブレ補正はなしなので、円形がガタガタになっている。画面用意しそうだけどマシンの映りが固定なので、こっちに注目すると見やすいかも。路面次第ではブレが大きいけど、なかなか良いアングルで車載動画を撮影することができたぞ。まさかこんなところでスタックするとは草。伊豆大島には日本で唯一の砂漠、裏砂漠がある。オフロードマシンで挑戦。ゴー。これは、全然走れないぞ。スローで見てみよう。絶景の中ではしゃぐネオトライダガーの姿をご覧ください。大ケースパイクタイヤのマシンでも走破性が足りないので、車載動画以前の問題だな。裏砂漠を恐るべし。なお、コミカルツイスターはバッチリ走れたので、その様子は動画の最後に。というわけで旅行先での車載動画は1本のみで帰宅。やはり車載動画を撮るならここ。外周コース行ってみよう。ゴー。これはブレが大きくてよろしくない。
と思って Google フォトの手ブレ補正処理をしてみたのだけど、なぜかほとんど効果がなかった。以前試した時はかなりブレが減ったのだけど、マシンがブレてないのでうまく処理がかからなかったのか。撮影時にはこの問題を知る由もなく、ラリーコースなども撮影したけど、見れたもんじゃないのでお蔵入り。ちなみに動画と一緒に保存される、動きのデータで映像を補正する方法もあるらしい。気を取り直してもう一つのカメラを試してみよう。このカメラ、実はこっちの部分が本体で、分離した状態で使える優れもの。本体のみの重量は約 39g。先ほどのドローン用よりは重いけど、標準で手ブレ補正がついているので期待できる。これをマシンに装着すれば OK なのだけど、マシン側もちょっとアップデートしておこう。見えないけどトライダガーと同じくサスペンションをアンロック。そしてタイヤをスポンジから中空タイヤに変更した。ここで、急にバンパーとサイドステーの色の違いが気になった。サイドステーを黒にすれば解決なのだけど、せっかくなので、スーパー TZ シャーシを、からの、パーツ乾燥。グランプリマシンのフロントとサイドは、市販シャーシのサイズに合わせておいたのだ。ちなみにスーパーワンシャーシのバンパーもつくぞ。ボディを搭載するとこんな感じ。せっかくバンパーを変えたのに、なぜかローラーを間違えてますね。これにカメラを搭載すれば、アクションカメラ搭載サイクロンマグナム、完成だ。あえてレンズ位置をオフセットして搭載してみた。正直言うとこの方が搭載しやすかったから。というわけで RC 西山ベースで走らせるのだけど、今回はちょっとばかりスペシャルな撮影。というのも、管理人さんに相談したところ、営業日ではない日の撮影許可をいただくことができました。さらにサーキット内を清掃する許可もいただけたので、外周コースとラリーコースを丁寧にお掃除。小さいサイズのマシンだと、細かい石や木の枝でも車体が弾かれるのでありがたい。準備が整ったので外周コース行ってみよう。今回はつまずいた場面はカットし、疾走感重視の編集にしてみる。ゴー。画質も手ブレ補正も素晴らしかった。この勢いでラリーコースに挑戦。ゴー。道幅が狭くて迫力がすごいぞ。ゴール。今回も西山ベースで素晴らしい映像を撮ることができた。大きいサイクロンマグナム走らせたくね？というわけで車載カメラ付きで準備した。外周コースに挑戦。ゴー。
これまた素晴らしい映像だった。今回は2種類のカメラで車載動画に挑戦。アクションカメラは画質も手ブレ補正も優秀で、迫力満点の映像を撮ることができた。ドローン用カメラは、今回いまいち使いこなせなかったけど、サイズと重量は素晴らしいので、コクピット視点やフロントビューなど、特殊な用途で活躍する可能性を感じた。